皆さん、こんばんは。今回も前回に続き、煙突山の作成。そこの右の方にある山。これをぶっ壊し、新たな山を作り直します。今この引きの固定視点でお見せしていますが、まあ、だいたいこの画面が埋まるくらいの大きさに作り直すってことですね。で、どう作っていくか、これは前回少し触れて今もう始めていますが、まず、作成した噴火口を手頃な場所に設置します。この場所は、今作ろうとしている山の中央、よりちょっと北のあたりで、高さも、まあこのくらいならいい感じの円錐の山になるかなって場所を選んでいます。適当ですよ。いやね山作るって言ったって、こんなでかいもの計画的に作ることできないものを、そもそも計画的に作れるんなら、前回無駄な山作る羽目にならなかったですからね。まあ開き直っても仕方ないんですが、それで噴火口の場所を決めて設置したはいいものの、問題は凸凹山道。前回地形自体は作成しているので、これを噴火口と112番道路の入り口の間に合わせればいいのですが、合わないんです、これが。凸凹山道、これが意外と、長いもんだから、新たに設置した噴火口からそのまま伸ばすと、112番道路とずれる。なので、はい、ご覧の通り、90度曲げて東西に伸ばすことにしました。いや、これはこれでありかなって思うんです。というのも同じく112番道路から噴火口につながる、ロープウェイ。これ、基本的には東西に伸ばす形で作っているんですね。なので、同様に、ロープウェイと並行するように、凸凹山道も東西に伸ばしてもいいかな、と。山の傾斜が南北よりも東西の方が緩い。こういう理解での作成、ということです。そうそう、そのロープウェイも煙突山の大事な要素と思っていまして、これはロープウェイっぽくしたい。つまり、乗れるようにしたいと、山を作る前から思っていました。乗れるようにする。乗り物。マインクラフトにある乗り物といえば、そう、マインカートです。マインカートで、ロープウェイを再現したいと思っています。まあ、それは次回、ロープウェイや炎の抜け道、あと山の周辺を整えて、煙突山完成、とする予定です。なので今回は、この山を山として作る作業。地味ですが範囲が膨大な分作業も膨大で、かつ完成した時の見栄えに一番影響してくる作業。これに注力しているところですが、いやいや、心が折れるね。全然作る気力が湧かなかったものを。とりあえず山の中心となる噴火口を決めたので、そこから広がるように、先に地表部分の範囲を確定したのですが、この時点で作業量が半端ないことを認識。いや流星の滝作成時点でこの辺りまで山作るんだよなーってのは感じていたんですけど、目の当たりにするとね心が折れました。山の東側は前回作った山をぶっ壊しつつ、取り込みつつ整えたので、そこまで作業があるわけではなかったのですが、山の西側。いやもう、ご覧いただいてる通りですよ。何もないものを、全面、作るしかない。この途方もない、塵も積もれば山となる作業、辛かったです。結局ストラクチャーブロックに頼るしかなかったわけですが、そのストラクチャーブロックを作る際もコピペ感がなるべく出ないように手を加えたりして、なんとか山の斜面を埋めて、円錐を作りました。山としては綺麗に整いすぎてる感じがあると思いますが、お許しくれっぴー。ということで、今回はここまで。前回作った山からさらに大きく、流星の滝近くまで広げて、山本体が完成したところまでが進捗といったところ。これで山作りの一番辛い区間が終わって、いよいよ大詰め。煙突山の各ロケーション。噴火口、凸凹山道の最終調整と、
炎の抜け道の作成、その接続。ロープウェイの作成、その稼働。あとは山と流星の滝の間の手を加えていない範囲、ここもこの機械にそれっぽく整えちゃって、ついに、煙突山完成と、行きたいと思います。方園地方の山場、最後まで気を抜かず頑張りたいと思いますので、また次回、よろしくお願いします。